はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。最近、いぶし銀銀丸に勧められて壺を買いました。この壺にはいろいろな効果があり、なんとこの壺にお肉を入れると美味しくなるそうです。今回はこれを使って壺漬けカルビを作っています。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した壺です。いぶし銀銀丸にそそのかされてついつい怪しい壺を買っちゃいました。この壺にカルビや野菜などを入れて漬け込み、炭火で焼いて食べてみます。壺漬けカルビとか、壺漬けハラミとか、壺漬けロースとか、壺漬けって響きいいですよね。なんか普通のカルビより美味しそうに感じます。壺漬けにする理由って何ですかね？壺漬けにするメリットって何か自分なりに考えてみました。1、美味しそうに聞こえる。先ほども言った通り、なんだか美味しそうに聞こえますよね。壺漬けってだけで特別感あって2割増しくらいで美味しそうに感じます。2、美味しそうに見える。出てきた印象もインパクトあって盛り上がりますよね。お店によっては長い一本漬けとかで提供されます。3、肉の変色をごまかせる。どうしてもハラミとかロースとかで色が変わりやすい部位ってあります。色が変わっていても鮮度にほとんどの場合は問題ありませんが、見た目的に茶色っぽく変色していると印象が悪いです。タレに漬け込むことでその変色をごまかすことができます。4、肉を柔らかくできる。タレや果物などに肉を漬け込んでおくことで肉を柔らかくすることができます。リンゴや玉ねぎなどが使われることが多いです。5、味を染み込ませられる。柔らかくするに付随しますが、タレに漬け込むことで味が染みにくい部位も味を染み込ませられます。6、単価を上げられる。通常のメニューより壺漬けは単価が高いことが多いです。値段は変えず野菜でかさ増しして肉の量を減らしたりすることも可能です。7、ロスを減らせる。多少形の悪い肉も混ぜ込むことができ、見た目を気にせずに提供できる。8、テーブルの場所を取らない。テーブルが狭くても壺漬けだと出すことができそうです。9、準備をしておくことで提供が早い。事前に準備もしやすく提供が早くできる可能性もあります。壺に漬け込むのではなく別な容器に肉を漬け込んでおいて提供前に壺に入れたりする場合もあります。こう揚げ出すと壺漬け最強説が出てきますね。ということでせっかくなので壺漬けで肉焼いてみましょう。島田のタレを入れてもいいですが、せっかくなので簡単にタレを作ってみます。昆布で出汁を取ります。昆布の出汁が出たら取り除いて醤油、砂糖、酒、みりん、生姜、ニンニク、リンゴを入れます。さらにコチュジャンを追加して一度煮立たせます。ある程度煮込んだら火を止めて冷ましておきます。次はカルビです。一口サイズにカットしていきます。漬け込むので少し固めの部位を使います。次は一緒に入れる野菜をカットします。玉ねぎ、長ネギをカットし、リンゴをすりおろします。壺にカルビを入れて、玉ねぎ、リンゴ、醤油だれ、長ネギを入れます。今回は1時間ほど漬け込みました。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はクロアのアリバイを飲んでいます。過去に何度か登場している群馬の夢ビーロートさんのビールです。このシリーズはラベルを読めば大体わかります。お前の部屋からアルコール11% のビールの成分が出てんだよ。猛烈に机を叩くメタリカなケージに冷めたカサブランカなペンギンはアリバイを提示し微笑んだ。南極からの命令を無視したペレストロイカな温暖化ベイベー。高濃度の麦芽で目覚めたお前の脳は磁石のように愛を引き寄せ 5G に接続される。なるほど。まさに説明通りの味で美味しいです。それでは壺漬けカルビ焼いていきます。こういったお肉には醤油のタレが相性いいです。内臓系の部位は味噌タレなどで味付けするとより美味しく食べられます。もともと昔は内臓は臭みのある部位だったので、その内臓の匂い消しとして味噌タレが使われることが多いです。現在かなり技術も発達していい状態の内臓が手に入りやすいので、塩などで味付けしてもいいです。様子を見ながら育てていきます。この甘じょっぱいもみだれの味が程よくお肉について中まで染み込んでいます。今回は1時間漬けましたが、前日から漬けておいてもいいですね。今回はリンゴを入れましたが、玉ねぎのすりおろしでもお肉は柔らかくなるのでいいかもしれません。他にも今までの動画で検証してきたキウイやコーラなんかを使っても面白そうです。自分好みのもみだれを作って皆さんもぜひ漬けてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。
壺漬けカルビいかがでしたか？この壺を買ってからなんだか肩が凝るようになりました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。